大炎上です。上海ロレックスがやらかしました。上海ロレックスが大炎上しました。皆さんこんにちは。こんばんは。先日来年から戻ってきたばっかりのところなんですけど、上海のロレックスがまさかの大炎上事態になっております。で、何が起きたかというと、今、上海ロレックスの方で主催している、オイスターパペチュアルの、100年記念のイベントがあると思うんですけど、そこでまさかの桜を雇ったっていう話が今、もう大々的に報道されてしまっていて、もう大炎上中でございます。で、何が起きたかというと、まず、内部告発っていう話なんですけど、これちょっとびっくりしちゃって、いろいろな人が、中国のね、WeChat っていう、日本で言うと LINE みたいなアプリがあるんですけど、そこで、内部のやり取りをどんどん出してると。で、どういうやり取りがあったかというと、6月10日から28日まで行っているオイスターパーペチュアルの100年記念イベントに応募条件が18歳から45歳で10時から18時の間で10分来れば OK と。でしかも50元ほどのお土産がもらえるというような話で、仲介業者も多分日本でいうと派遣みたいなそういった業者さんから、各、WeChat つながっている、グループで発信されたと。で、そこに対して、最初、75元日当だったのが、後から調整入って50元になってしまったというところで、で、いろいろとそこに関して、ロレックスがそんなことするわけないっていうところから、内部告発みたいな形でこんなやり取りがあったんだけど大丈夫かなみたいなところで、いろいろとね、各メディアさんが取り上げているような形になっております。で、しかもですね、これすごい、びっくりしたのが、オイスターパーペチュアルのこの100年記念のイベントなんですけど、応募がですね、複数回できるんですよ。で、携帯、中国の携帯だったりとかそういったところで SMS 承認して、予約をしていくところなんですけども、これがなんと、応募要件の中で、なんというんですかね、こう複数回応募してくださいというようなことも出ているという話なんですよね。で、今、この報道に紐づいて、2つ、ちょっと公式っぽい情報が出ているというところなんですけども、まず、今回の、イベントに対しての KPI というのが、上海に対して、推薦本部からですね、降りてきていて、イベント期間中には、なんと3万人来場するという KPI が降りているという話なんですよね。そこに対してどうもちょっと人数が足りないというところになるので、3000人の、桜を呼びましょうというのが上海側の、上海ロレックスの、決断ですと。で、それに対して、さらに、ちょっと内部情報みたいな形で、ここからは本当に噂なんですけども、中国がやばいっていう風な話になっていて、まず、ロレックス正規店の、販売できるお店ですね、が、減少しているというところなんですよね。で、それが具体的な数として、店舗減少数でいうと、2024年と2025年を比較したところ、26店舗減少しましたという話なんですよね。で、現在は、なんと66店舗しかいないということなので、おそらく3分の1ぐらいの店舗数が正規店として減らされたというような現状になるんですよね。で、もう一つ、噂として今出ているのが、ロレックス正規店の販売本数が半減しているんじゃねえかっていうような話が出ているんですよね。で、これは本当にあくまでも、噂話なんで、推測になるんですけども、一部、内部の、運営さんがこうそういった話をしているというふうな形で伝えられているので、今ロレックスがまさかの中国国内で大炎上、しかも買われない、でしかも売れないっていうような状況になってきているので、これはワンチャンチャンスかもっていうところに、今後のちょっと展開に関して少しこう予測していこうかなというふうに思っていますと。で、日本に比べると中国ってここ数年間で急激に高級時計を購入するようになったっ
っていうところがあるんですが、ただ問題は今年、去年年末、今年に入ってからそれが冷え込みに変わってくるというところ、つまり供給と需要のバランスが悪い意味で、崩れたということになります。で、結果的にロレックスから見たときに在庫を抱える形になるので、この余った在庫をどうするかっていう話が出てくると思うんですよ。ってなったら、これ可能性としてなんですけど、好調な市場っていうところで世界中を見ていったときに、日本だけなんですよね、今現状で言ったら。あれだけね、皆さんロレックスマラソンをしながらこう欲しい時計を求めに行くっていうようなところになるので、この在庫の一部が日本に来るんじゃないのかなっていうことが見立てられるんですよね。でそうなってくると、めちゃくちゃいいことだなというふうに思っているのが、今、ロレックスマラソンをしている皆さんがより負担が軽減される、あるいは予約しているお客様の中で、どんどん早く納品していけるというような状況になるんじゃないのかなと思っています。なんで、今このニュースが出たことによって何かプラスマイナスというよりかは、より我々日本にいる皆さんがですね、いい意味でロレックスが買いやすくなるっていうふうに私は思っているところなんですよね。なんでちょっと少しびっくりするような、事態には今中国国内はなっているんですが、割と我々にとっていい話かなというふうに思っています。ただですね、やっぱり注意しなきゃいけないっていうのが、なぜ、ロレックスがこれだけ、中国で不人気になってしまったかっていうところになるんですが、一つ目は為替の原因ですね。中国人って多分長く付き合ってる方、この動画をね見てくれる皆さんってある程度中国知識ある方も中にはいらっしゃるかなと思っているのが、中国人ってめちゃくちゃリセール気にする、要はお金にシビアな方っていうのは多くいらっしゃるんですよね。でセカンド、平行点市場っていうところであそこはドルに紐付けられているので、平行点市場に見合ってない時計っていうところを見たときに全然買わなくなる傾向が強くなって出るかなというふうに思っています。でそうなった時にどういう形で今この、騒動を含めて展開していくかっていうと、さらに中国でロレックスが売れなくなる、在庫が残るっていうことになるんですよ。でそれを良し悪しというよりかは、多分なんですけども中国国内でどんどん売れづらくなっていって、場合によっては昔の日本みたいにセールし始める可能性もあるんじゃないかなと思ってたりするんですよね。ってなったら、これちょっと中国国内も注視しながら、為替だったりとか通貨とかっていうところを考えながら、皆さんとちょっと最適解っていうところを探していきたいなっていうふうに思っています。なんでまたちょっとこの状況を含めて今後動画投稿していきますので、ぜひ皆さんフォローしていただけると嬉しいです。ちょっと急ぎ気味の動画になっちゃったんですけど、こんなところでまた次回よろしくお願いします。バイバイ。